今回は中国語が話せず、一人旅にもそれほど慣れていない私が、上海から大店 A 市場まで実際に日帰り旅行をして、どのくらい楽しめるかを徹底検証してきました。予算や時間などが気になるところだと思うので、その辺も詳しく報告したいと思います。皆さんは大店 A 市場をご存知でしょうか？もちろん中国語では違う発音をしますが、今回は大店 A 市場という表現を使わせていただきます。大店 A 市場は中国浙江省金華市にある世界最大の映画スタジオで、数多くの映画やドラマの撮影が行われていることや、故宮を原寸大で再現していることで有名な中国ドラマや映画が好きな人ならぜひ行っておきたい場所です。私も中国ドラマ好きとしてこの場所を見つけ、行くことにしました。最初にお話しした通り、中国語が理解できなくても、旅に不慣れでもたどり着けるように詳しく説明しますので、ぜひ最後までご覧ください。私もどこにあるか全くわからなかったため、初めはネットで行き方を検索してみました。どうやら上海からの日帰りは、上海から高速鉄道で義烏駅に行き、義烏駅からバスで行くのが良いようです。初心者ですからチケットの購入も不安なので、前日に日本の予約サイトで購入しておきました。往復で5000円くらいです。ちなみに、大店 A 市場の開門は8時からとなっていたため、できるだけ長く楽しめるように、地下鉄の始発に合わせて、6時42分発の鉄道チケットを購入しました。上海では滞在場所によって利用する駅が違うと思いますが、高速鉄道の本茶尾駅は、地下鉄の2号線、10号線、17号線で行くことができます。今回は地下鉄駅の中でもかなり利用がしやすい人民広場駅を拠点として説明します。人民広場駅には地下鉄2号線も通っており、高速鉄道の本茶尾駅まで乗り換えなしで行けるので便利です。ちなみに上海の地下鉄は今現在18号線までありますが、それぞれに対応した色があって、2号線は黄緑で表されています。高速鉄道まで行く2号線の始発は5時37分。駅までは34分かかり、料金は5元です。6時10分ぐらいに駅に着いて6時42分の列車に乗る。初めてなのでこのくらい余裕があってもいいのかなと思っていました。ところが、始発の予定時刻になっても地下鉄が来ず、何やらアナウンスが流れていても理解できず、結局地下鉄が到着したのは6時過ぎ。ということは、駅に着くのは出発時刻の数分前ではと一人で焦っていました。地下鉄本茶ホーチャー駅に着いても、ここから高速鉄道の駅までは5分ほど歩かないといけません。地下鉄の改札を出たら、高速鉄道の出発ロビーを目指して案内に従って歩きます。出発ロビーは建物の2階です。結局、出発ロビー前に着いたのは6時40分。実は鉄道は、出発の15分前にチケットの確認や入場が開始され、出発時刻の5分前には受付が終了されます。というわけで、予約していた電車には乗れないことが決定しました。別の日に再チャレンジしようとも考えたのですが、せっかくの機会なのでチケットを購入してみることにしました。その前にまず、駅に入るにはパスポートを見せないといけません。地元の人は身分証を機械にかざしていますが、我々外国人は端っこにある人工通道と書かれたところで係の人にパスポートを見せます。係員によっては自分でスキャナーにセットしろみたいな感じの人もいました。入場後はすぐに荷物検査とセキュリティチェックがあります。荷物を X 線検査機に通し、自分はゲートをくぐって金属探知機による検査を受けます。途中で何やら後ろを向け的なことを言われます。チケットの購入については参考までに。購入時にもパスポートが必要で、電話番号も聞かれました。数字は一つずつでいいので言えるようにしておくのがいいかもしれませんが、メモをしておくのもいいと思いました。行き先や座席などもメモしておくと購入がスムーズです。なんとかチケットの購入に成功しました。料金は123元。1元20円で考えて2460円です。チケットに書かれている11番検票口を探します。少なくとも30まである。とにかく希望が大きい。なんとか検票口に到着しました。11の A は反対側にありました。建物の両サイドにあるという感じです。ここでチケットの列車番号が掲示板に表示されているか、もう一度確認しておいた方がいいです。この時ではないですが、チケットに表示されていた検票口が違うということがありました。
出発時刻の15分前から受付が開始されます。この時にもパスポートが必要です。おなじみ人工通道で係員に見せましょう。この写真では右端が人工通道です。チケットの確認が終わったらホームに向かいます。チケットの座席番号を見て何両目のどこかを確認し、自分の座席を探します。今回は一番前の座席だったので、テーブルは前の座席ではなくこんな感じでついていました。ちょっと距離があって使いづらかったです。座席の下にコンセントもあるので、スマホの充電をすることもできます。ただし、一人に一つではないので、使う際は同じ列に座る人の様子を見ましょう。私は延長コードを持っていったので、あればみんなで使おうみたいなこともできるかもしれません。が、実際には使っていません。この列車は義勇駅に着くまでにいくつかの駅に停車し、乗客が入れ替わります。つられて降りないようにしましょう。義勇駅までは1時間40分ほどかかります。義勇駅に到着しました。出口は1箇所のようで、みんな同じ方向に歩いていきます。探せばあったのかもしれませんが、階段しかなかったので、大きな荷物がある場合は少し大変です。ちなみに、駅を出るときにもパスポートが必要です。人工通道から出ましょう。ただ、実は今回の日帰りチャレンジの後に別の方法を検証するためにもう一度義勇駅を利用したんですが、その時は公安の人に呼び止められ、外国人ということですぐ近くにある公安の事務所に連れて行かれました。少し緊張しましたが、パスポートを見せて電話番号を伝えると通してもらいました。人工通道から出てすぐの写真です。今回はバスに乗る予定だったので、長途汽車という場所を目指します。バスなのに汽車と思うかもしれませんが、中国では汽車イコール車です。ちなみに列車はさっきの駅名にもあった火車と書きます。案内に従って右に進みます。バスセンターまでの移動の様子は動画で紹介します。右側には扉があり、横店という文字もあるので進んでいきます。何度も横店を確認し安心しています。右側にバスがたくさん見えるのがバスセンターです。回り込むような形で少し距離があります。ここに来て横店の文字が消えているようなと不安になりながら、奥にあるテントのようなものを目印に進むと建物の入り口に到着です。と、ここで駅にいるボランティアのベストを着た人に衝撃の事実を知らされました。なんと、横店行きのバスは出ていないというのです。実際は中国語だったので理解するのに時間がかかりましたが、カードを渡されて、これに乗れと言っているようです。別の動画で万里の長城への行き方を紹介しようと思っているのですが、万里の長城へ行く列車の駅に客引きがいます。その人たちはかなり高い料金を言ってきたので断ったことがありました。万里の長城に行く際は客引きのタクシーには乗らない方がいいです。安い行き方を紹介するのでそちらを参考にしてください。と、そういった経験があり、客引きに対してはかなり疑っていたので、駅の職員に聞くと、どうやら本当にバスは出ていないようでした。カードをよく見ると、1人35元。バスでは20元ということでしたが、それほど高いわけではない。いや、違うところに連れて行かれて高い金を要求されるのではと思いながらも乗ることにしました。車両と運転手の写真を撮ったぞというアピールをしながら、結論から言うと、この乗り合わせのタクシー乗ってよかったです。行き先を伝えると分かった様子で早速出発と思いきや義勇駅へ。そこで別の客を2名乗せ、再びバスセンターへ。そこでまた2名を乗せました。確かに1人を乗せていくのは赤字ですよね。5、6人集まったら出発のようです。というわけで数名集まるまで待つことになります。ちなみに支払いは移動中に QR コードが回ってくるので、それで支払います。ネットの調子が悪かっただけかもしれませんが、アリペイでは払えず、WeChat Pay なら支払いました。現金の場合は事前に確認しておくといいかもしれません。運転手さんに伝えていた新王宮の入り口までしっかりと連れて行ってくれました。チケットセンターもすぐそこです。帰りも呼んでくれよといった感じで運転手さんからまたあのカードをもらいました。この時点では帰りも利用する気満々です。いよいよチケットを購入します。
またまたパスポートと電話番号が必要です。掲示板にはいろいろ書いてありますが、日帰り旅行者に関係あるのは1か3。実はこの近くに遊園地のような施設もあり、そこを楽しみたい人は4も関係あるかもしれません。私は中国ドラマ好きとして訪れたので、1か3で迷います。1は190元で新要求だけしか見ることができません。3は360元で好きな3カ所に入ることができます。世界最大の映画スタジオなので、それぞれの場所もバスで移動しなければならないぐらい結構離れています。正直、1日で3カ所回るのは大変そうです。ただ、新要求の近くには、生命浄化図という陳情令や税制が撮影された場所もあるので、結局、2カ所に入れる1日券を購入しました。いよいよ新要求に入ります。ゲートをくぐってチケットを見せて、この通路を抜けると、目の前に広がるのは、まさにドラマの世界。想像以上のスケールです。城門や訓練場などがあり、本当の城のようです。今回は行き方の説明だけでかなりの時間になりそうなので、新要求や生命浄化図の魅力は別の動画でゆっくり紹介します。新要求を楽しんだ後、もう一つの目的地は生命浄化図です。生命浄化図はすぐ隣とはいえ、どちらの入り口にも1キロ以上はあるようです。各出入り口には巡回バスがあるので、それに乗るのもいいかもしれません。1人2元です。私はバスを待つくらいなら1キロ歩こうと思い、歩いて向かうことにしました。三輪タクシーの客引きにも声をかけられますが、三輪タクシーのトラブルはよく耳にするので利用しませんでした。生命浄化図もドラマに出てくる街並みが再現されており、見どころ満載でした。なんと、水湖殿にまつわる場所もあり、108人の彫像がありました。別動画で少し紹介しますが、水湖殿ファン必見です。大店 A 市場の閉園は17時と書いてあることが多いですが、11月から3月までのオフシーズンは16時30分に閉園します。と言っても、あまりアナウンス等もなく、閉園時間が過ぎても中にいる人もいました。私もその一人です。が、この行動が後の悲劇を生むことに。生命浄化図を出ると駐車場が静かに。なんと、巡回バスは閉園の10分後が最終というかなり厳しめの設定です。客待ちのタクシーの姿もなく、一気に焦り始めました。とりあえず新大急まで戻ってみることに。やはり巡回バスは終わってしまっていたようで、客待ちのタクシーだけは見つけました。そうだ、あのカードだと電話をかけてみたのですが、私の設定が悪かったせいかつながらず、結局タクシーで義勇駅まで戻ることにしました。タクシーといっても気を抜くことなく、気をつける点はまず運転手さんにいくらぐらいかかるかを確認しておくのがいいです。質問したところ、メーターで計算されますが、だいたい100元以上、200元はかからないと言われました。大事な会話なので翻訳アプリを使いました。ネットで書かれているのも150元から170元との話だったので乗ることに。ちなみに年配の優しそうな女性運転手でした。とはいえ、メーターを作動させるかきちんと確認しておきましょう。タクシーは高級車風の内装で、電気自動車なのでとても静かで快適でした。夕方は会社や学校の帰宅ラッシュということでかなり混雑しており、1時間半以上かかり、料金も184.6元でした。予定より高かったですが、運転手さんがとても優しく、いろいろ話しかけてくれたので、中国語の勉強になりました。みかんもいただいたので良かったことにします。義勇駅正面に来てみると結構大きな駅だったことに気がつきます。もうお分かりかもしれませんが、駅に入るときにもパスポートが必要で、入場後すぐに荷物検査とセキュリティチェックがあります。途中で後ろを向くのを忘れずに。正面の大きな掲示板で列車番号と出発時刻、検票口を確認します。上海の駅よりは小さいので分かりやすいと思います。あとは行きと同じように出発15分から5分前までの間に乗車手続きを済ませ、上海本茶駅に向かうだけです。乗車手続き、駅を出るときにもパスポートが必要です。出し入れが多いので落とさないように注意を。それでは研究結果を報告します。上海から大店 A 市場、行くのにかかった時間は、地下鉄、鉄道、タクシー、
単純計算で3時間半以上。待ち時間は含まれていないので4時間ほどかかると思った方がいいです。帰りもほぼ同じでした。観光できた時間は4時間30分ほど。個人差はありますが、この時間で新王宮と晴明城画図を楽しめたと思います。ちなみに、ホテルに戻ったのは11時過ぎ。お子さんを連れて行く場合は、日帰りでは少しきついかもしれません。かかった金額はご覧の通り。私の場合は鉄道料金にさらに123元かかりましたが、ここでは省略しています。合計は835.6元。1元20円で計算すると、大人1人16,712円必要です。結構かかりますね。というわけで、まとめると、16,000円以上、移動時間は8時間以上かかったけど、大店 A 市場は上海からの日帰りでも楽しめました。ちなみに、帰りのタクシー運転手さんの話では、2024年6月に高速鉄道の大店駅が開通するらしいです。そうするとかなりアクセスしやすくなると思いますが、行きにくい今、観光客が少なく広大な場所を独り占めした感じになれるのも今のうちなので、今が狙い目かもしれません。そんなあなたに朗報。ここまで見ていただいてありがとうございます。実は大店から帰った後でパンフレットを見て気づいたことがあり、今の段階での最安、最速、最安全な生き方を発見しました。後日検証済みです。動画ができ次第配信したいと思います。ただし条件によってはこの動画の生き方の方がいい場合もあるので、ここまで見て損したとは思わないでください。それでは皆さんの旅のお供に D ラボチャンネルでした。